皆さんこんにちは。パッチワークハーモニーです。今回も見に来てくれておきに。実はいろいろと悩んだんやけど、単調の動画やから少しでも楽しんでもらいたいという初心に戻って、今回からは晩秋弁復活します。方言が苦手な方は音を消して字幕を見てください。標準語に修正してますのでよろしくお願いします。今日は2つのバッグを合体させたような双子バッグを作りました。中が3つの部屋に分かれてます。長財布が横向きに入って、A4 サイズのクリアファイルが入る大きさです。他にもたくさん入って使いやすいと思うねん。ぜひよかったら参考にしてみてな。ほな、型紙作りから始めようか。100均の工作用紙に半径5センチの円を描くで。その半径の大きさのコンパスで円の線の上に印をつけます。そしたら印と印を直線でつなぐねん。これを3つ書きます。パッチワーク部分で必要な型紙は4つです。布の裏に型紙を置いて印を書きます。縫い代分の間隔を空けて次の印も書いてな。4番は形が左右対称じゃないので注意してな。表を向けて2枚と裏を向けて2枚書くで。約 0.7 センチの縫い代をつけてカットします。これが必要な枚数になります。どんな生地をどう合わせるかが一番楽しいよね。隣同士の布を中表にして角と角を合わせて待ち針で留めてな。始めと終わりは一針返し縫いをします。はみ出さへんように印から印まで縫ってな。こういうところを縫いつなげるときちょっと縫いづらいんやけど、中表に合わせて隣の布を縫ってしまわへんように避けてから待ち針留めたら大丈夫やで。
こんな感じで縫いつなげていくで。縫い代をきれいに切り揃えます。縫い代を風車のように肩倒しにして中心を広げます。アイロンを当てて整えます。表からもアイロン当ててな。縫い方によって大きさが変わるので型紙を当てて印を書き直したで。さっきの型紙と同じ大きさの接着キルト綿を貼り付けます。次はキルティングです。縫い代を倒していない方の際を縫ったで。ハンドキルティング用の糸を使ったで。次は持ち手を四つ折りにして折り目をつけます。接着芯を中央に置いてアイロンで貼り付けるで。四つ折りにしてアイロン当ててな。
もう一枚も同じようにして両端をミシンで縫います。パッチワークの方が縫い代が決まってへんから持ち手の端から1センチに印の線を描いたで、中心から両側5センチに印をつけたで、5センチのところに印の線同士を合わせて待ち針留めたで、印の線より外側を仮縫いしとくで。次は内布と合わせます。内布を中表にして印の線を合わせて待ち針留めてな。端から端までミシンで縫うで。縫えたら縫い代を割っておきます。これをもう一枚も同じように作ります。表布2枚に接着芯を貼りました。さっきの表布と内布の上を中表に合わせて待ち針で留めます。端から端までミシンで縫います。縫い代を割っておきます。同じように縫ったもう一枚を中表に合わせて表側だけに待ち針を留めます。左右の出来上がり線よりも3センチ内側に印の線を描きます。ここがカバンの内側の部屋になるねん。下部分は出来上がり線から5センチ上に線を描きました。描いた線の上をミシンで縫うで。内布を1枚表布側に持ってきて縫い目の際に折り目をつけておきます。さっき縫ったところから内側に折って待ち針を留めておきます。ひっくり返す時に待ち針やったら怖い人はしつけ糸で縫った方がええかなと思います。
布の切り替えのところから6センチを測ります。そこに30センチのリボンを挟みます。この上にパッチワーク部分を重ねるで。布の切り替え部分をしっかりと合わせてな。返し口を残して一周縫います。角の三角をカットします。パッチワーク部分は避けてカットしました。返し口からひっくり返します。私は先に中にある待ち針を取ってからひっくり返したで。怪我のないように注意してな。内布をカバンの中に入れます。まだ縫ってない内布を広げます。次はさっき縫ったところを内側に折って同じように作っていきます。返し口を残して一周縫います。縫えたらまた中の待ち針に注意してひっくり返します。返し口から手を入れて角を押し出します。カバンの口部分の形をきれいに整えながら待ち針を留めていきます。ごわついてるところは返し口から手を入れて縫い代をきれいにしてから待ち針を留めます。内側の口部分も整えながら待ち針を留めます。端から 0.5 センチのところをミシンで縫います。
続けて縫うことができないので、1箇所ずつ糸を切って縫います。縫う前に糸を長めに出しておきます。後で糸の始末をするので、返し縫いなしで縫い始めます。縫い終わりも返し縫いはしません。自動糸切りも使わないで、長く糸を残してカットします。他の3箇所も同じように縫ってな。裏から糸を引っ張るとループが出てくるから、それを針ですくい取ります。この2本の糸を針に通します。そしたら針穴の上で玉留めをします。最後のミシンの穴に針を差し込んで、離れたところから出します。玉留めを生地の中に引き込んだら、きれいに糸の始末ができました。今回は目立つところに何箇所もだったので、返し縫いをしないで糸の始末をしました。最後に返し口を閉じます。端から 0.2 センチを縫います。今回はもう一つ返し口があるので、同じようにします。完成です。最後まで見てくれておおきに。グッドボタン、コメント、チャンネル登録していただけるとバリ嬉しいです。ではまた次の動画で